こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は土など3種類のブロックを入手し、一挙に3段の高さ制限を緩和しました。そして溶岩を見つけたところまでです。何か湧いてる。ゲーム再開直後だと、ジャンク読み込み中のスポーンがあり得るかなと念のため確認したら本当に湧いてた。倒さなくてよかったの？この状況なら貴重なタンパク源でしょ。大丈夫です。飢え死にするまで死なずにプレイできるほどのプレイ技術はないですから。あ、確かに。さてまずはガツガツと2分ほど掘ったところでレッドストーン鉱石発見しました。叩いたりすると一定時間明かりを灯してくれるので、暗くて寂しい時に見つかると結構嬉しいブロックです。まさに私みたいなプレイヤーのためにわざわざ実装してくれたのでしょう。それはないわね。で、ちょっと気づいたのですが、点灯中と消灯中でデバッグ画面のブロック情報が変わってますね。公式ウィキによると別のブロック ID が振られてるので、デバッグ画面の見方のヒントになりました。ちなみに企画的には、点灯中の状態のまま入手できないので、入手対象は消灯中の方だけとなります。さて10分ほど掘り進めたところですが金鉱石が出てきました。食べ物を粗末にすると罰が当たるので、これは鉄鉱石のようにぶっ壊すわけにはいきません。迂回します。また金の人参を主食にするつもりなのね。このバージョンでもなお、隠し満腹度の回復量が一番多いようですから。さらに10分少々経過したところで、サバンナ大地をようやく抜けて砂浜バイオームに入りました。すっかり忘れてた冒険の時間の踏破記録もぼちぼちチェックしていきます。まだ少し気が早いかもしれませんけど。その少しって何ヶ月なのか少し問い詰めた方がいいかしらね。さらにまっすぐ掘っていくと海洋バイオームに入りました。前作では海洋すらない地図を見つけてしまっていたので心配してたんですが、よかったです。要するに、海底の砂や粘土がお目当てなのよね。はい。まあ本当に見つけたいのは深海の方です。この分なら近くに多分あるでしょう。そしてさらに10分弱掘り進んだところでラピスラズリ鉱石を見つけました。今まで小馬鹿にしていてすみませんくらいにこの企画では役に立ちます。バージョン 1.8 でエンチャントで使うようになったそうだけど、そのこと？いえそれだけでなく、地下ではコップン以外で最も入手しやすい染料なんですよ。羊毛と粘土を染めるのに使えます。ガラスはツルを入手してからになりますけどね。さらに9個集めてブロックにでき、シルクタッチ入手で鉱石ブロックとしても使えるまさに万能アイテムです。ネタにしかならなかったラピスラズリの時代が本当に来ちゃったようね。さらに9分進んだところです。なんだか怖いことになってしまいました。子供ゾンビとかで食わしたら軽く死ねるんですけど、めったなことではスポーンしないレアものなのに。ちょうど砂利が詰まってるし、砂利山崩した途端に上からこんにちはしそうね。で、すっごい悩んだ挙句、やっぱり消えてもらうことにしました。これ、前作プレイ中に調べて分かったことなんですけど、32メートル離れて2分も経てばほとんどのモブは自然にディスポーンしてしまうんですよね。どうやらうまく消えてくれたようです。まあちょっと姑息な手段ですが自分の身が可愛いです。そういえば可愛いアレックススキン使ってるものね。あ、それ私が英語読み間違えただけでアレックスは男女どちらかはっきりしてないんですよ。公式英語ウィキを改めて見てみたら、スティーブの女性版であるかのようなスキン、との表記でした。でももう手遅れね。肝心なのはテリーがアレックスが女性だと思いつつそのまま使っていたという事実なのよね。さて、さらに掘り進んだところですが、なんだかこの辺りの水の音が結構近い感じです。ひょっとして洞窟掘り抜くことができたらモブが流れてきてくれないですかね。でも、もし次から次にモブが流れてきたらどうするの？それが怖いところです。
京と出るか吉と出るか。スカと出ました。さらに7分掘ったところですが、ようやく、溶岩です。前に見つけた溶岩からほぼ200メートルの位置で、ここまで1時間かかりました。結構かかったわね。まあともかく洞窟掘り当てに挑みます。ここならリスボーン地点から十分離れてるので万一死んでもロストタイマーは動かないはずです。さて、5分ほど掘ってゲーム中断し、今再開したところです。で、今画面が飛びましたが録画失敗で、ここから先のゲームの音が消えてしまいました。すみません。録画の質改善しようと設定いじって音が消えた上当てをつけるんじゃなかった状態です。後悔あるのみね。設定は戻したので次の録画からは大丈夫だと思います。で、さらに5分経過したところです。なんか全然洞窟が出てくる気配がありません。左側と手前側はなさそうだし、洞窟伸びているのは溶岩海の反対側かしら。もしそうだとしても反対側まで回り込むのはかなりの手間ですよ。ここを掘るのは投げた方がいいかもしれません。あ、終わったかな。やっぱりこの高さから掘り抜くの厳しいですね。せめてあと一段、高さ制限を緩和できれば溶岩を処理しやすいんですけど。というわけで、クリーパーにお出まし願おうと突如計画を改めて湧き層を作ることにしました。なんだか計画変えるペース早いわね。二次作として考えてはいたんですけど。しかし、今の土装備で湧きすぎてしまったらすぐ対処不能に陥りそうで、湧かなすぎたら使えず、調整が難しそうなんですよね。湧きすぎたら単に死ねばいいのよ。掘っていく途中で海洋バイオームから湿地に入りました。もう少し海洋が伸びてると思ったら案外狭い海だったのかも。その後、河川バイオームが続いていて、小屋大陸に入ったっぽい、もう海はダメかもと考え始めた矢先のことです。河川から直接深海バイオームに入ったんですけど、これ地上はどうなっているのでしょうか。今までのプレイしてきた経験では理解不能です。バージョン 1.8 でバイオーム生成アルゴリズムが変わっていたりするのでしょうか。まあでもよかったじゃない。これで深海の底の高さで砂や粘土は入手できそうね。Y 座標で40弱あたりだと踏んでいます。さて、湧き層を作り始めて30分というところですが、長さ100メートルの通路ができました。これにちょっと手を加えれば計算上湧き率が倍になるはずです。まあ手をつける前にと、今まで掘ってきた通路含めて何か湧いてないかと全部見回ったのですが、誰もいませんでした。この分なら湧き率を2倍にしても湧きすぎることはなさそうです。で、やることは簡単で、足元のブロックを一つ分開けていくだけなんです。15分もあれば終わるでしょう。あ、これ雲も湧くスペースができるわね。羊毛も期待してます。で、5分ほど黙々と拡張工事をしていたんですが、なんか動いているの気のせいではないですよね。もしかしてスケルトンですね。やっぱり、満腹ゲージが結構減ってきてるのでちょっと戦いは避けたいところです。消えてもらいましょうか。順調にゲージ減ってるわよね。まあ死ねばいいのだけど、ひょっとして前作よりプレイスキルが上がってる？プレイスキルというより戦いを避けるテクニックですが使ってしまってます。このままだと上地にまで行きながら得るかもしれないです。まずいわね。さて1分半過ぎたところですが、8割程度は消えてるんじゃないかと。まだいるし。いや待てよ、2体湧いていて片方だけ消えたのかもしれない。さて、ちょっと焦りましたが落ち着いて、消えるのをもう一回待っているところです。ちょっと待って湧くの？今戦う気構えの準備を検討開始しようと整える用意しますからちょっとだけ待って。
て、2体同時はきとかないですよ。あらなんで逃げるのよ。前作じゃ2、3体同時に相手してたじゃない。本当に飢え死にするわよ。なんかおっかないんです。慣れてくれば大丈夫だと思うのですが。まあとりあえず湧くことだけは確認できました。海洋バイオームの広がりも影響してるかもしれませんね。さて、次回こそクリーパーや雲を沸かせてブロックゲット作戦決行します。湧けばいいのだけどね。それではまたね。バイバイ。